アンニョン、パックンです。先日、ソウルに帰省した時、信号無視の配達バイクが僕の目の前を3台連続で通過。その直後、居酒屋でチャミスル5本目乾杯。次の瞬間、隣のテーブルでは、どこ住んでんの？年収いくら？いや、待ってくれ。その時、心の中で叫びました。うわ、僕、韓国大好きだけど、もう大好きな文化も数百個もあるけど、これらの文化だけは、もう無理になったかもしれない。もう日本の快適さに慣れてしまった、と思ったのです。今日は日本に慣れすぎて、もはや受け付けられなくなった韓国文化トップ5をお届けします。この動画を見たら、日本のどこが快適なのかがわかるかもしれません。まず第5位がですね、そんなにはっきり言う韓国のストレート会話が刺さりすぎた件です。パックン、最近太ったよね。それセンスないよ。あなたの資料は使えません。私の方から修正しておきますね。これ全部悪気ゼロの韓国式コミュニケーションです。韓国人の会話って良くも悪くもド直球。まるで 140km のストレートを顔面に向けて投げてくる感じ。だけどそれが普通なんです。背景には誤解を避けたいという文化があると思います。察してもらうより伝える。遠回しに言うようにズバッと言ってちゃんとぶつかって分かり合う。それが親しさの象徴でもあるんですね。でも日本に8年、9年住んでいる僕にとってその直球がたまに刺さりすぎる。日本では素人質問で恐縮ですかとか、〇〇さんらしくて素敵だと思います。でも、みたいな、このオブラートの森を全力でくぐらせてからやっと本音にたどり着く。この丁寧さ、最初は丸いりくどりと感じていました。でも今はむしろありがたい。僕自身もこうなってしまった。日本では相手の心を優先して心を選ぶ文化がある。そのせいで曖昧になったり遠回しになったりもするけど、そこには思いやりや配慮がある。僕は今その優しさにかなり影響を受けていると思います。だからこそ韓国のストレートな言葉に触れるためにもう思わずびっくりするんですね。いや、文化になれるってこの感情の最高値なんかなと思いました。第4位はですね、で、どこ住んでんの？大学どこ？初対面で聞くの？韓国のプライバシー全開文化ですね。韓国に行くと、このような質問がよく聞かれます。どこに住んでるの？お仕事は？彼女は？結婚は？韓国では普通のコミュニケーションです。住んでる場所とか、出身大学とか、職場とか、職場の名前とか、これらを会話の導入として聞く文化、むしろ知っておかない方がよそよそしいとされる人もいます。この背景には、親しくなるためには、まず情報をシェアし合おう、お互い打ち明けておこうという考えがあるかもしれません。つまり、早く仲良くなるために遠慮はしない。というスタイル。でも日本は真逆ですよね。僕はある草野球チームに3年間所属していますが、未だにチームメイトの年齢も職業も知らない人が何人かいます。聞かないんじゃなくて、聞かないのが礼儀だからなんですね。この相手のパーソナルゾーンを尊重する。それを聞く権利がある関係性かどうかを見極める。これが日本のコミュニケーション文化なんだなというふうに思いました。最初は戸惑いました。なんで何も聞いてこないのって逆に距離を感じて寂しいなと思う瞬間もありました。でも気づいたんですね。この干渉しない優しさがどれほど快適か。日本では聞かないことが思いやり、韓国では聞くことが思いやり。この文化がどっちの正しいとかの話ではなくて、僕は日本に住むにつれ少しずつ日本寄りに変わってきていてるんですね。人との距離感って、国境を越えるとまるで別の言語になるんだなというふうに思いました。で、第3位はですね、乾杯したら限界まで飲めっていう韓国のアルコール鬼ごっこ文化に震えた夜でした。あれは韓国に帰省した年末、高校時代の知り合いと焼肉店に集合、チャミスルを手に3人が叫びました。チャーンって乾杯で。そして開爆しました。飲み会という名のバトルロイヤルってところですね。チャミスル1本20分で空になります。1人当たりの消費量2時間で3本ぐらいいいじゃなくて、もう肝臓が叫んでました。
韓国の飲み会ってマジで限界チャレンジな飲み会もたまにあります。開始5分で乾杯して無言で一人だけで飲むと怒られる。みんなで飲め。早く食べて。みんなで早く飲んでるので、一人でちょこちょこ飲んでたりとか、残してたら、なんで残してんのと言われる。お酒は社交のツールを超えて、友情とか混成とか忠誠心という確認作業になる場合もあります。もちろんこれは全部がそうである。全部の飲み会がそうであるってわけではなくて、体感飲み会の3割ぐらいは、こういったもう早いテンポで行こうぜみたいな文化ですね。でも、日本の飲み会は皆さんご存知のように全く違うんじゃないですか。福岡、天神の居酒屋、1年生のクラスコンパの話なんですが、乾杯の後、みんなウーロンハイとかをちびちび、もちろん飲まない人もめちゃめちゃ多い。刺身を味わいながら静かな笑い声が広がっていく。誰も怒鳴らない、強制しない、飲みないのと惹かれることすらない。お酒ってこういう楽しみ方もあるんだなって、飲むんじゃなくて楽しむ。今では僕は完全に日本式の飲み方になりました。一次会で帰るからデフォルト。無理して飲まないっていうのが僕の新ルールです。だから韓国で昔と仲間と再会しても3次会行こうぜと言われた瞬間、心の中で土下座します。ちょっと許してって。韓国は飲み切るまでが飲み会で、もう日本は自分のペースで飲むのがマナー。どっちも素敵だと思います。でも今の僕には静かに湯気の立つ熱燗とか、もう冷たいビール、これをちょこちょこ飲みながら枝豆のその塩い味を食べるのが、心にちょうどいいかもしれないですね。で、第2位はですね、クラクションが飛び混じる韓国っていうところで、日本はありがとうが飛び混じる日本の街っていうところですね。ある朝、東京上の片道2車線の細い道で、僕は車線変更しようとウインカーを出しました。すると、後ろの車がゆっくり来てくれたんですよ。もう止まってるんじゃないかなくらいのレベルだったんですね。しかも、銅像の合図みたいなことを出してくれていて、僕もありがとうございますとハザードレンプで返す。静かで気持ちよくて、まるで車と車の礼儀のキャッチボールでした。でも韓国ではそれが通じません。ソウル市内、カンナムで大通りでバスを見てみてください。バスを乗って道路を見てみてください。同じように車線変更しようとしたら、後ろからクラクションが3連発パンパンパンって来るんですね。そしてスッと前に割り込まれる。韓国の道路には、こういう風景が、全部だとは言えないんですけれども、珍しくはありません。入ったもん勝ちみたいな強肉弱食ですね。もう配達バイクがノーヘルで東方を爆走する場合もあります。一方、日本はというと、合流するときにウインカーを出しただけで道が悪だったりとか、駐車場でも先にどうぞって笑顔で譲る人たちがいますよね。もちろんこれも全部ではなくて、その割合で見たら高いという話ですよ。つまり、この思いやりっていうのが、この車輪と一緒に走ってるんですね。僕は大学2年から日本で車に乗り始めて、今年で6年目ほどとなっています。今では韓国の道を見ていると、もうドキドキして仕方ない。ここレースゲームのコースかなって感じてしまう場合もあります。もちろん他の面では、韓国の運転環境にも魅力がありますよ。例えば、維持費があんまりかかんないので、もうソウルでも気軽に自分の車は持てるだったりとか、こういった素敵なところもあります。でも、他のところで言うと、日本で街の道路の環境、インフラ、運転儀式みたいなところで見ると、日本の運転環境、特に道にはその優しさが滲んでいる、たくさん出てるというところですね。譲り合う瞬間とか、ありがとうのハザードとか、小さな心のやりとり。僕はそんな日本の道路に今日も癒されています。第1はですね、ここまでしてくれんの？日本のサービスの親切さに逆に動揺した件ですね。このチャンネルでも何回か言ってると思うんですけれども、例えば、ある日、東京の歯医者で診察を終えた僕、受付の女性の方がこう言いました。今日は雨なので足元にお気をつけてお帰りくださいね、みたいな。僕は心の中で突っ込みました。待って、あなた誰？僕の友達？さっき初めて会ったよね、と。でもなんだろう、この、包まれる感。それは接客というより人としての親切さでした。もちろん商売のための技かもしれないですけどね。日本のサービスって本当に世界で見てもこれはちょっと異常レベルです。これは悪い意味の異常レベルではなくて、例えばファミマでいらっしゃいませと言ってくれる
牛丼屋でお茶のおかわりどうぞと笑顔で言ってくれるだったりとか。これ韓国人の僕からするとマジで感動なんですよ。日本では本当に当たり前のことだと思うんですけれども、韓国人、もしくは他の国の人からしたら面白いと思うんですね。いや、すごいと思うんですよ。韓国でも接客はありますよ。でも、スピードイコール命っていうところで、効率を重視してるんですね。この愛想あるんだったら、まずやれみたいな。もう結果で見せてくれっていう文化なので、気遣いよりは合理性が価値なんですね。でも、日本では人間関係の温度感がもう韓国では全然違ってて、別にいいかどうかの話ではなくて。例えば初対面でも1分しか話さなくても、この人、僕のことを大切に思ってくれてると感じる瞬間があるんですね。それが怖いくらい僕には居心地良いと感じています。この間も韓国に帰省した時に、コンビニでカップラーメンを買った時に、このレジのお兄さんが携帯いじりながら、4500ワンスみたいな無表情で言ってきて、そうだ、ここ韓国だったねって思い出しました。確かに、僕も韓国にいる10年前のことには何も異常だと思ってなかったんですよ。別にそれが不親切だねともう思ってなかったんですよね。早く金渡して、もう早く会計終われば、それでいいんかなって。確か10年前にはそう思ってました。一方で、僕は人として親切にされることの味を知ってしまって、これが日本に慣れすぎた韓国人の静かなカルチャーショックですね。日本に長く住んでいると、あれだけ慣れていたはずの韓国の文化に驚くようになります。でも、それって悪いことじゃない。日本の静かな優しさも、韓国の情熱とスピードも、どちらも僕の中にちゃんと生きています。飲みすぎない日本の飲み会も、叫んで、笑って、抱きしめて、もう抱き合うみたいな韓国の夜の飲み会とかも、どちらも大切で、どちらも楽しい、恋しいと思います。文化ってこの比べて、もうどっちが上とか、俺が最強とかのためじゃなくて、違いを楽しむためにあるんじゃないか。最近そんな風に僕は思えるようになりました。きっと僕は韓国人でもあり、日本人のような、もんでもある。どっちの自分も、心の中でちゃんと共存して眠っています。あなたは韓国に行った時、どんなことで驚きましたか？文化の違いに出会った時に、あなたの心はどう感じましたか？ぜひコメント欄で教えてください。今日も見てくれて本当にありがとうございます。チャンネル登録と高評価も忘れずにお願いします。以上、パクンでした。アンニョーン。